足元で休みなく続くドンドンという音、限られたスペース、そしてどこへ行くわけでもないのに淡々と速い単調さ。何時間も経ったかのように感じても実は11分しか経っていません。そこであなたはこう思うのです。どうして自分を痛めつけているのだろう。これは冷酷で異常な罰ではないか。実はそうなのです。というかそうだったのです。19世紀にはトレッドミル、ルームランナーは英国の受刑者を罰するために発明されました。当時英国の刑務所制度はひどく救い難いものでした。死刑や国外追放が盛んに行われ、収監された者たちは汚い独房で何時間も孤独に耐えました。そこで宗教団体や慈善団体、それにチャールズ・ディケンズなどの有名人がこの悲惨な状況を変えて受刑者の更生を助けようとしました。この運動が成功を収めると刑務所は全体的に建て替えられ、トレッドミルのような新しいリハビリ法が導入されました。これが最初のトレッドミル。1818年にイギリス人技師のサー・ウィリアム・キュービットの発明です。受刑者らが大きな車輪についた24の段を踏むものです。車輪が回るにつれ受刑者は段を上り続けるか踏み外す危険を冒します。現代の踏み台昇降運動器具のようなものです。その一方で車輪の回転が水のポンプを動かしたり、穀物をすりつぶしたり、製粉機を動かしたりしました。トレッドミル、踏み車という名はこれに由来しています。この器具は受刑者を更生させる素晴らしい方法であるとされ、製粉機の動力にもなるという利点はナポレオン戦争で大幅に衰えた英国経済の再建に役立ちました。関係者全員の利益になったのです。推定では平均して受刑者は1日約6時間をトレッドミルの上で過ごしたといい、これは1500メートルから4200メートルの距離を登るのと同じです。4200メートルというとエベレスト登頂の半分の距離です。これを粗末な食事で週に5日間続けると考えてください。キュービットの考えは大英帝国とアメリカに急速に広まりました。発明から10年の間に英国の刑務所の50カ所以上がトレッドミルを採用し、アメリカでも同様でした。当然のことながら激しい運動と栄養失調で多くの受刑者が衰弱したり負傷したりしましたが、看守は気にも留めなかったようです。1824年にはニューヨークの看守ジェームズ・ハーディがこの器具で乱暴な受刑者をも従順になるとして高評価しています。恐怖はその厳しさではなく単調で一定であることに由来していると未だに多くの人々がうなずく一言です。トレッドミルが英国で用いられたのは19世紀末に1898年の刑務所法であまりに冷酷であるとして禁止されるまでのことです。しかし復讐心を秘めて戻ってきます。今回は疑うことを知らない大衆が標的です。1911年にアメリカでトレッドミルの特許が登録され、1952年までには現在のトレッドミルの先駆けとなるものが開発されました。1970年代にジョギングブームがアメリカに訪れると、トレッドミル、ルームランナーは再び世界の注目を浴び、有酸素運動を行うための簡単で便利な方法で体重を減らせると宣伝されました。公平に言っても確かにその効果はあるのです。それ以来この機械の人気は衰えません。かつては冷酷で異常な罰として使われたものに、今度あなたが自ら飛び乗る時には自分でいつでも自由に降りられることを嬉しく思ってはどうでしょう。驚くほど暗く残酷な過去がある日用品はルームランナーだけではありません。このビデオではチョコレートのあまり甘くない歴史をメソアメリカのルーツまで遡って紹介します。